マッチ売りの女の子。身を切られるように寒く雪が降っていて、辺りはもう暗くなり始めていました。一年の最後の日、大晦日の夕方のことです。その暗い寒い町を一人の小さな貧しい女の子が歩いていました。帽子もかぶらず、足は裸足です。この子も家を出た時には器靴を履いていたのですが、それが何の役に立ったでしょう。器靴はお母さんのお古で女の子には大きすぎました。女の子は道を渡ろうとした時、恐ろしい勢いで走ってきた2台の馬車を避けようとして飛びのき、その拍子に器靴をなくしてしまいました。片方はいくら探しても見つからず、もう片方は一人の男の子が掴んで走って行ってしまいました。自分の子供が生まれたらこれをゆりかごに使えるぞと言いながら、女の子は裸足の小さな足で歩いていました。寒さのせいで足は青や青のまだらになっています。女の子は擦り切れたエプロンの中にマッチをたくさん入れて持っており、手にも一束握っていました。その日一日中、誰も女の子のマッチを買ってくれず、誰もどうか一枚さえくれませんでした。女の子はお腹を空かせ、体の芯まで凍えて疲れ切っていました。かわいそうに。粉雪が女の子の肩まである金色のきれいな巻き毛に降りかかっていました。でも女の子は自分の巻き毛のことなどこれっぽっちも考えませんでした。通りの窓という窓が明るく輝き、ガチョウの蒸し焼きのおいしそうな匂いが辺りに漂っています。そう、今夜は大晦日なのです。女の子が考えていたのは大晦日のごちそうのことでした。並んで立っている2軒の家の1軒がもう1軒より少し引っ込んでいる。その片隅に女の子は座りました。小さな足を抱え込んでみましたが、ますます寒くなるばかりです。それでも女の子はどうしても家に帰る気になりませんでした。1本のマッチも売れず、1枚の銅貨ももらっていないのですから、きっとお父さんにぶたれるでしょう。それに家にいても寒いのです。屋根があるというだけのことで、その屋根も大きな割れ目にボロや藁を詰めてあるだけなので、風がヒューヒュー吹き込んできます。女の子の小さな手は凍えきって自分の手ではないように思えるほどでした。マッチの火で温めることができたらどんなにいいでしょう。マッチの束から思い切って1本抜き、壁にこすって火をつけ、指を温められたら、女の子はマッチを1本取りました。シュッ。ああ、なんてきれいな炎。なんてよく燃えるんでしょう。温かな明るい炎でした。まるで小さなろうそくのような。女の子はその火をくるむようにして手を温めました。不思議な光でした。女の子は自分が大きな鉄のストーブの前で座っているような気がしました。キラキラ光る真鍮の取っ手と真鍮の銅のついたストーブです。火はそれは気持ちよく燃え、とても暖かでした。ところがおや、一体どうしたのでしょう。女の子は足も温めようと膝を伸ばしたところでしたのに、炎は消え、ストーブはもうどこにもありません。女の子は手に燃えさしのマッチを1本
持って座っているのでした。女の子は新しいマッチを壁にこすりつけ、火はまたキラキラと燃え上がりました。そうしてその光に照らされた壁が薄いベールのように透き通って部屋の中が見えるようになりました。輝くように白いきれをかけたテーブルの上に立派な器が並び、プラムやリンゴを詰めたガチョウの蒸し焼きからおいしそうな湯気が立ち上っています。それだけではありません。もっと素晴らしいことに、そのガチョウがお皿から床に飛び降りて、背中にナイフやフォークを刺したまま、よちよちと女の子の方に歩いてくるではありませんか。その時、マッチの火が消えました。目の前にあるのは分厚く冷たい壁だけでした。女の子は新しいマッチに火をつけました。するともう女の子は素晴らしくきれいなクリスマスツリーの下に座っていました。この間のクリスマスにお金持ちの商人の家のガラスの扉越しに見えたクリスマスツリーよりもっと大きく、もっとたくさん飾りがついています。緑の枝には何千というろうそくが燃え、お店の飾り窓にあるような色鮮やかな絵が女の子を見下ろしていました。女の子は両手を差し伸べ、その時マッチが消えました。何千というろうそくはそのまま空へ空へと上がっていき、明るい星になった。と見る間にその一つが長い光の筋を引いて流れました。ああ、今誰かが死ぬんだわ。女の子は言いました。亡くなったおばあさんがいつかこう教えてくれたことがあったのです。星が一つ流れるとき、一つの魂が神様のもとへ行くんだよ。このおばあさんは女の子を可愛がってくれたたった一人の人でした。女の子はまた一本マッチをすり、光の輪ができました。そうしてその光の中に懐かしいおばあさんが立っていました。明るく輝いて、この上なく優しく幸せそうに。おばあちゃん、女の子は叫びました。私も連れてって。マッチが消えたらおばあちゃんも行ってしまうんでしょう。あったかいストーブやおいしそうな蒸し焼きのガチョウやキラキラした大きなクリスマスツリーと同じように。そうして女の子は急いで手に持っていたマッチ全部に火をつけました。おばあさんが消えてしまわないように炎がそれは強く輝いたので、昼間より明るいほどでした。おばあさんがこれほどきれいで、これほど大きかったことはありません。おばあさんは両手で女の子を抱き上げ、二人は舞い上がりました。晴れやかな喜びに包まれて、高く高くとても高く、もう寒いこともひもじいことも怖いこともありません。そこは神様の国だったからです。翌朝早く、通りから引っ込んだ家の角に女の子が座って死んでいました。桃色の頬の口元に笑みを浮かべ、大晦日の夜、午後へ死んだのです。新しい年の朝日が小さな亡骸を照らしていました。女の子の手にはマッチの燃えさしが一束ありました。これで温まろうと思ったんだね、と人々は言いました。
誰一人女の子がどんなにきれいなものを見たか、女の子とおばあさんがどんな光に包まれて新しい年を迎えたかを知りませんでした。これでおしまい。